洛陽、世界史で聞き覚えのある町である。中国の古代史上極めて重要な町なのだ。どう重要なのか私の解説できるところではない。しかしこのビデオで紹介する石窟を見るだけで古代の繁栄を想像することができるだろう。しかし翻って現代の河南省は中国の数ある省のうちで決して目立った土地ではない。古代に繁栄した土地は現在どうなのか気になるところである。それで私はこの町にはるばるやってきたのである。洛陽の町にバスで入るとまず目に入ってきたのがこの門である。立派である。その後ろにすぐ続くのがまた立派な塔である。どちらもピカピカしている。新しい。それがダメなのではない。しかし古代のままの町が残っているわけでは所詮ないということである。これは側天武功タワー。中国の歴史上唯一の女帝が君臨した町がここである。河南省は暑い。中国の内陸部は暑い。沿岸部も暑いし、正直東北や雲南以外は大体暑い。なので側天武功タワーを登る気は起きなかった。彼らを見ていただきたい。これだけ着飾って側天武功タワーを登る気である。特別の訓練を受けているのである。一方私は適当な近代的な茶屋に入ってアメリカンコーヒーを飲んで休憩した。洛陽の宿はここである。ふざけているのではない。少し奮発して城門の中にあるホテルに泊まることにしたのだ。正解であった。私の観光の中で一番大事なのはにぎわいスポットをブラブラすることである。いろいろな人間模様が見えて面白いのである。ここはまさにそのにぎわい商店街に直結している。何の心配もいらない。電動三輪車に乗って郊外のわびしいホテルに戻る必要もない。満足するまでブラブラしたらお月様を見てそのままこの立派な城門に入眠するのである。ところで私はまっすぐこの洛陽の街中にやってきたのではない。その前にすでに話したように石窟に立ち寄ったのだ。龍門石窟という、ここは洛陽観光を語る上で外せないスポットである。ではこの石窟龍門石窟から始めよう。它是一个小时一班啊，我知道，它一个小时一班一个小时一晚的，啊。我知道，但是那个我师傅，你也是云龙门市出来的啊？我本地。案の定タクシーの客引きに声をかけられたけど、バイドゥの地図で見るとね、あと30分弱でね来るみたいなんで、待ちます。急がないんでね、全然。路面市区の僕午後のね割と遅い時間に入って夜のね夜景が綺麗ってことなんで、それを見たいんで、今からまずね民宿に行ってでそこで一息ついてって感じですね。いましたよ。30分待って来た。とりあえず着いたんで、まず宿チェックインするけどご飯食べよっか。すごい声かけがすごいよ。人は多いんだけどね、もうかなり荒れ果ててるっていう感じの印象ですね。この路面市区の周りのね街並み、こんな感じの店内で、店内広々としてるんだけど、平屋でね、1階建てでね、で向このカウンターで注文してっていう感じですね。よいしょ。ここに橋あるらしいです。いただきます。刀削面ですね。刀削麺ですね。刀で削った麺って書くやつですね。これで20元ですね。幼稚刀削面の方頼んで、牛肉が入ってる方のやつ、普通のやつは15元で、幼稚は牛肉入ってるみたいなこと言われて、で20元、そんな安くはないですよ。シャンツァイとこのニンニクも入れて、この間の順州の最後の店で食べたホイミンでもそうでしたね。などのもうちょっと垂らす。
分からんこれじゃ多分。酢だ、酢入れるか。酢入れてみよう。外雨降ってきちゃったみたい。雨上がった。雨上がったんで外出てこう。ここも水浸しでやばいんだけど、通らなきゃいけないんだけど、これどうやって通ればいいのこれ。やめてー。どうやって通ればいいのこれ。おい。どうやら今晩の予約してたお宿着きました。ここですね、シャンスーミンス。よいしょ。無事ホテル民宿か、民宿チェックインしました。正直この町というか村というかね、それはもうすごいぐちゃぐちゃさっきの水のね、洪水ってことじゃないけど、その水あふれてるの見ても分かる通り、なんかもうぐちゃぐちゃな感じなんだけど、部屋はね綺麗ですね。部屋は綺麗。まあネットでね、まあまあ綺麗だろうと思うとこを撮ったんですよね。ちょっとね民宿で仮眠取って1時間ぐらいですね。で今4時過ぎで外出てきました。よかった、雨上がってます。まだ曇ってるけどね。さっきねそこの宿の近くの小さい商店に入ったんですね。水とかね売ってる、そういういろいろ小さいスーパーですね。そこ入ってすごい薄暗くってね、でちょっといろいろ探してて、ね、ないなと思って、でとうとうねお店の人に、お店のラバーにねチョコレートあるって聞いたんですよ。でチョコレートないって言われて、チョコレートない、ただないって言われて、なんだろう、そんなことってあると思って、それちょっと衝撃を受けたんですよ。そういう印象もあって、かなりこの場所なんだろうと思ってます。ちょっといやでも気を取り直してね、飲めんし行きましょう。かなり中国の観光地ランクで言えばね 5A というね一番上級のねランクがつけられておりますので、期待できるでしょう。仏のね仏像がねたくさん見れるんですよ。石に彫ってあるんですよ。なんかここの龍面石窟のこの観光地の中と、そこの外との世界がねすごい別世界って感じになってますね。ここの中は全部きれいにしてて。素晴らしい、着きましたよ。他にどれだけあるかわかんないですけど、とりあえずね一つ目のすごい石窟スポットですね。すごいもう穴ぼこだらけで、そこに仏像バンバンかなり高いところまであるからね、昔の人すごいですよね。あんなところまでね、高いところまで行って仏像を彫って、そのエネルギー情熱がね素晴らしいんじゃないでしょうか。向こうさっきね見てたけどピース仏像がありましてね、みんなピースしながら写真撮ってました。ずっと続いてるね。ずっと続いてるんですよ、こうやって。ここがメインかな。かなり高いですね。登ってきますか。
ここがさすがにメインですよね。とうとうやってきました。龍門石窟、龍門石窟の多分これがメインですね。もうこの巨大なこのスケール分かりますか？分からないと思うんだけどすごいでかいです。僕が1メートル8で何倍あるんだろうね。分からない。もう目の前まで来ていました。かなり近くまで来れるんですよね。巨大なブッダでここが一面こういう風な感じになってますね。すごいあっちがなんかまあ観音とかさ金剛力士像とかさそんな感じじゃないですか多分。まあ羅漢とかね。また上に上がってきました。もうちょっとで暗くなるからね、ここでもう少し粘ろう。本格的にね夜になりました。でここね周りも写真撮ってる人ばっかりですね。おかげでねもうライトには不自由しないって感じです。名残惜しいけどね、もうそろそろ閉まるっぽいんでもう帰りましょう。它是有糖无糖两种口味，你可以尝一下，看你喜欢吃哪一个。拿牙签一个吧，可以尝，咱用牙签尝。一个蘸一下你们放心啊。能保存几天呀？太胖了。这么远。肉夹。いただきます。店の選択は間違いなく成功だったみたいですね。すごい地元感がある店です。でメニュー、まあ選んだものもねシャオファンユ3匹の魚です。まあ美味しいです。醤油ベースでなんて言ったらいいんだろう。ちょっと結構辛いね。でまあ甘辛い、結構砂糖も使ってるね。シェンホアビン、これシェンホアビンね買っちゃったのにバーバーファンもね頼んじゃって、黒い米の全部もち米なんだけど黒い米と白い米とあと本ザオっていうデーツに似たような、まあ、デーツの種類違うんだけどそういう果物とあとあんずとかレーズン系そういうのが入ってます。で魚は骨が小骨が多いです。ということでね、皆さん石窟からねバスに乗って約40分とかですかね。でまあ今もう昼なんですけどね、12時40分とかもう1時だ、1時過ぎですね。でここのラキオのね街中にやってきました。でここ今ね後ろにね立派な城門が見えてると思うんですけど、これがリージン門って言ってどっち側だ、東側かな、ラキオの古い町の東側の門ですかね、おそらく。でこれどんだけ当時のものかはわからないんですけど、まあまあでも基本はあったのかな。ですごいここぐるりって感じで門があります。でなんでここに来たかっていうとここのね門の
城のここの壁、城門のところのホテルを取ったんでね、予約したんでそこに泊まろうと思います。まだでもねチェックインまではねまだ時間があるんで、少しだけちょっとブラブラしようかな。でそのホテルはね、ちなみに目の前に今ね見えていますね。映ってるか、これですね。このホテルです。リインフグアンっていうホテルです。城門の中に泊まりますよ。城門から細い商店街がまっすぐ伸びていて、かなり長いですね。これ何メートルぐらいあるんでしょうね。100メートルと200メートルぐらい、もっとあるかな。というかこの通りシーダージエ、トンダージエって言って、で途中でシーズージエって十字路に入ってもうずっと続いてますね。で東の方にもっと行くとね、さらにまた別の観光地があるみたいなんで、観光の街、そういう街があるみたいなんで、一旦とりあえずホテルチェックインしに戻りましょう。ホテル着きました。やったー、すごい快適そう、綺麗。すごい広々としてますよね。広くはない、広々としてないコンパクトだけど綺麗で、それで城壁の中だから、それにトイレとかも綺麗ですね。すごいです。バルコニーの外の眺めはこんな感じです。城門が見えます。さてここのバルコニーに座ってね、今2時でね、これからどこに行きましょうかって感じなんですけど、ここ洛陽ですから、国語の教科書にも出てきたし、歴史の教科書にも出てきたしって感じの場所ですよね。でちょっと地図見てね、どこ行けるかなみたいな見てるんですけど玄武面読み方っていうのかな、玄武面の遺跡みたいな、そういう場所とかありますよね。今私はね玄武門に向かってるんですけど、街並みこんな感じです。もう普段こんなとこ映さないけど、洛陽のね、現在の洛陽こんな感じっていう、もう至ってもう今の中国って感じですね。地図上ではね、ここをね左に曲がってね、一応正面城牆玄武門の城壁みたいなのがあるんだけど、これ行けないよね、ブロックされてるからね。よく見るとね、一回大通りに出てこっち行って、でもう一回違う道があるみたいです。こんな感じで団地に入ってます。何あれ、ここにあるとは思いがけないようなあでやかな色彩の紅の建物があるんですけど、これでもね結局行けないっぽいです。ここでね壁で行き止まりだもんね。でこれ今ね建設中なんだと思いますよ。今作ってるんだわ、もう新しくこの新玄武門を皆さんではるばるやってきてね、で見事に今作っています玄武門です。教科書に出てきたようなね、そういう名前の玄武門はこの完全にね近代中国のね、現代中国の洛陽っていう町で今歴史観光産業を盛り上げるべく作ってる真っ最中ということでありました。
两个好。几个？ロバ肉のね胡椒ロバ肉パイっていうのを買いました。要15一个，那有3种啊，牛肉10块，是这吗？好的，下面。来一个，好，到了。我来拿拿吧，多少钱？鱼肉15。他的，一次辣椒吗？要辣椒。就到了啊。好。来，谢谢。慢一点，有点热。見ていきましょう。熱々ですね。焼いてる場所が面白かったですよね。なんか2階建てになって1階と下の下でまた焼くみたいな、なんて言ったらいいか分かんないですけど。ここね、信じられない、5時過ぎに見た時と変わんないよ列、ずっと並んでるこれ。汉堡爷大人小孩都爱吃，来。3块。要个巧克力，要个抹茶，要这个。支付宝到账42元。ちなみに私今ここでプーファンタンっていうものを食べてます。すごいね、どこでもこのプーフェアプーフェアでgood。プーファンタンっていうのを食べてます。そこでもねこのやつ見かけるんで、プーファンタンって瓶ナンみたいなやつがね入ってるんですよね。漢字は餅って書くやつですけど、小麦粉で作ったこねたやつ。あれ取ってとか言われたんで取りに行きますよ。那么拜那么拜你这句话给我拍帅一点。ちょっと失敗しちゃったみたいですよ、卵焼き。啊，这个帅，非常帅。这个是非常帅。对对对对对，我本身就非常的帅。对，非常帅，这个非常帅。做哪个平台？我
我在哔哩哔哩上那个 B 站，对对对对对。你要不要尝尝我们家的饭？你是想采访陆阳的那个本地特色是不是？对对，但是我已经吃饱了，我吃饱了。啊，吃饱了。对对对对对对。明天过来吃呗。明天过来，好。好。好了好，谢谢。再见。ということでね、このホテルに戻ってまいりました。ゆったりしますね。もうさすがの賑わいでしたね。夜になったらね、どんどん賑わっていってね、ああいう観光通りってやっぱり夜が本番なのかもしれないですね。で、無事ホテルに戻ってきて、で、このバイマースーっていう白馬寺っていうのがね、かなり有名なお寺らしいんですけど、まあ行かなかったんですけどね、歴史上すごい有名なお寺らしいバイマースーラオスワンナイとかいうヨーグルト、なぜ寺とヨーグルトっていう感じなんですけど、それを食べながらエンディングです。まあなかなかね、ローヤンの街自体はなんだろう、原部面とかね、そこら辺はなんかなんだろう、どうなんだろうみたいな、なんか、まあ、新しく作った箱物みたいな感じなんですけど、こっちのね古い方はなかなか活気もあり、ところどころね本当に古いなって感じの建物もあってね、面白かったですね。で明日は西安に行きます。とうとう西安に行きます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。